はい、今回の動画はですね、BMW 乗りの特徴ということでご紹介していきたいと思います。同じドイツ車のメルセデスやアウディとも違ってですね、結構特徴的だなと思うんですよね。私自身の経験も踏まえながらご紹介していきますので、それでは行きましょう。はい、ということで皆さん、いつもご視聴いただきありがとうございます。車市場好きリーマンチャンネルです。今回はですね、以前ご紹介したアウディ乗りの特徴に続いて BMW 乗りの特徴について私の実体験からまとめてみたいと思います。皆さんはどんな特徴が思い浮かびますか？私の方は5つまとめてみたので、よろしければ最後までご確認ください。またですね、チャンネル登録の方もお願いいたします。それでは早速一ついってみましょう。BMW 乗りの特徴1つ目。とにかく運転が好き。ただし。まず最初にこれが来ますよね。おそらく皆さんもこれは出てきたんじゃないかなと思うんですけれども、BMW 乗りの方って本当に運転が好きですよね。トヨタ車であったり、マツダ、スバルにしても運転好きな方多いんですけれども、BMW 乗りで運転があまり好きじゃない方って多分いないというか BMW で選んでないと思うんですよね。そのぐらい BMW といえば運転が好き、走りが好きということで、メーカー自身のキャッチフレーズが駆け抜ける喜びということからもですね、BMW の運転の楽しさに共感して BMW 乗りになった方が多いと思いますので、まずこれは絶対に一つ目来るんじゃないかなと思います。ただしですね、ここから続きがあると思うんですよね。BMW 乗りの特徴は。運転が好きなのは間違いないんですけど、自分で運転するのが好き。誰かを乗せて運転することはあまり考えてないっていうのがついてくるんじゃないですかね。メルセデスにしても、例えばレクサスにしても、後部座席の快適性とか、一緒に乗る人の快適さみたいなものが、やっぱり思い浮かぶこともあると思うんですけど、BMW 乗りの特徴としては、まず自分の運転が第一で、運転をいかに楽しくするか、そして楽しく駆け抜けるかっていうのを考えちゃうんですよね。ここら辺が BMW 乗りの運転が好きっていう特徴の根元だと思いますね。そして2つ目の特徴いきましょうか。2つ目の特徴はズバリこだわりが強いになりますね。もうですね、これもね、確定だと思ってるんですよね。なんでかというとですね、そもそも BMW の車の作りのこだわりがすごいんですよ。なので、それを選んでるオーナーさんがこだわりが強くないわけがないということですね。ここはですね、車の特徴に共感しているという点から挙げていくともう納得かなと思うんですけど、まず BMW といえばエンジンですよね。シルキー6に代表される直列6気筒、そして4気筒だとしてもいいエンジンということで、エンジンへのこだわりが強くて、さらにエンジンだけではなくて、走りのレイアウトとして FR を基本としている、こだわっているというところも強いですし、さらに車両の前後重量配分も50対50ということで、走りのバランスにもこだわっているということで、そこに共感しているオーナーさんがこだわってないわけないんですよね。そういうところが BMW 乗りからもう出てくるんじゃないかなと思います。ただし、ということでまたただしがつくと思うんですよね。このですね、こだわりが強いっていう BMW 乗りの特徴については、こだわりが強いということは物事のですね、要点であったりポイントに気づけるっていうことなんですよね。なのでこの気づいたことに対して細かくなったりとか、一部めんどくさくなったりっていうのが発生するので、 BMW 乗りはもしかしたらめんどくさいって思われてるかもしれないですね。これは私も人のこと言えないと思いますけれども、ちょっと注意した方がいいかもしれませんね。そしてですね、車作りのこだわりに気づいているという点で BMW の魅力を挙げましたけれども、じゃあ他のメーカーはどうなのかっていうのを考えてみるとですね、怒られちゃうかもしれないですけど、レクサスで考えてみたときに、今みたいにレクサスでこだわってるところ何ですか、ここですか、ここですか、ここですかってすぐ何個も出てきますかね。ちょっと私はすぐ出てこないなと思ったので、やっぱそういうところの違いがオーナーさんにも出てるんじゃないかなと思うんですよね。そしてですね、3つ目の特徴は BMW のは意志が強いってことですね。これも言えると思います。なんせですね、
BMW に選んで乗ってるということで、そこら辺もですね、他の車がいいんじゃなくて、いい車に乗りたいんじゃなくて、高級車に乗りたいんでもなくて、BMW に乗りたくて乗ってるんですよ。そこら辺がですね、意志の強さがすごく感じられると思いますね。なので、これをやりたいと思ったら、BMW 乗りの方ってやり遂げるし、なんかですね、いい意味でも悪い意味でもやっちゃう系なんですよね。よーし、ここ加速するぞと思ったらやっちゃうし、よーし、ここはちょっと何か買っちゃおうかなと思ったら買っちゃうんですよね。なので、意志の強さというか、もう自分の道を進むみたいな感じで、もうやっちゃう系じゃないかなと思いますね。さらにですね、特徴の4つ目、もう言っちゃいましょうか。特徴の4つ目はですね、BMW 乗りは仕事も趣味も切れる、できる人というふうに思われたいと思ってると思いますね。これもですね、私の実体験でもあるんですけれども、仕事上とかで BMW 乗りの方と一緒に仕事をしたりするとですね、もうテキパキしてるんですよね。この切れ味がいいというか、皆さんちょっと伝わるかなと思うんですけど、これをこうしましょう。これとこれとこれをこう考えて、この順番でこなしていきましょうみたいなことに対して、スパッと決断と実行を駆け抜けるみたいな感じでやってくれるんですよね。ここら辺がやっぱり面白いなと思いますし、仕事に対して信頼ができるんですよね。ただですね、この BMW 乗りの方の仕事に対しては、信頼しすぎちゃいけないっていう面もあって、結構独走しちゃったりとか、我が道を行ったりすることがあるので、頼れるんですけど、全てを預けきらないっていうのも私の経験上で言えるかなと思います。はい。そして BMW 乗りの特徴、最後の5つ目ですね。最後はですね、これも皆さんそうだなと思うと思うんですけれども、BMW 乗りはもう自分が大好きです。自分好きなんですよね。これに尽きるかなと思います。これについては皆さんいかがですかね。ちょっと共感していただける部分あるんじゃないかなと思うんですけれども、ここまでご紹介してきた特徴4つをですね、まとめていくとですね、運転が好きで、そしてこだわっている自分が好きで、仕事も趣味もいろいろできるようにやっているということから、やっぱり自分が好きになると思うんですよね。そして自分に自信を持っている方が多いかなと思います。何よりですね、BMW を運転している自分が好き。駆け抜ける喜びを今感じてる自分が好きだなっていう、もう自己満野郎みたいなそういう人もいると思うんですけれども、そういうこともいろいろひっくるめて、BMW 乗りの方って、やっぱり自分に自信を持たれていて、その結果ですね、BMW を乗っていて、そして自分自身が好きであるということにつながってくるんじゃないかなと思います。そしてですね、この自信があるということについては、メルセデスに乗られている方もあると思うんですけど、この自信の方向性というか思考が違うと思うんですよね。メルセデスに乗られている方はもう王道で俺は間違いないみたいな、この絶対的に正しい選択をしているみたいなのが結構好きな傾向があるんですけど、 BMW で言うと、うわ、この選択するのか分かってるねとか、さすが目の付けどころが違うよねみたいな、そういうのが好きなんですよね。 BMW って本当に魅力のある車だし、運転していて面白いし、そして乗ってる方も特徴があるなということで、やっぱりいろいろ考えてみると面白いなと思いますよね。はい、ということで BMW 乗りの特徴5つについてご紹介してみました。皆さんはいかがだったでしょうか。コメントなどでいろいろ教えていただけると嬉しいです。またですね、皆様にお知らせとしましては、当チャンネルでメンバーシップも開始してみましたので、よろしければ内容を確認いただいて登録いただけると非常に嬉しいです。ということで、いつも応援いただきありがとうございます。それでは皆さんも良いカーライフを。